こんにちは、 TDC ラボです。いつもご視聴していただきありがとうございます。 Amazon スマイルセール始まりましたね。今回もポイントアップキャンペーンを事前にエントリー忘れずにお願いします。それでは早速いってみましょう。まずは緑カッター。前回もご紹介させていただきましたが、今回も2回目ご紹介させていただきます。今回 Amazon スマイルセール対象外ではあるんですけど 18% オフで1080円になります。黒ベージュ、僕は2個持っています。マグネットで吸着もできるので玄関先に置いておくのと、あとは荷物を部屋の中に取り込んで着るように置いていくので何個あっても僕はいいと思います。そして最近ちょっと違う使い方知ったんですけども、まっすぐな机の上で切りたい紙の上をスルッと滑らすと綺麗に切れるんですよ。これも地味に便利です。今回もおすすめ品として紹介させていただきました。続いてコアな商品の紹介なんですけども、前回観葉植物のイベントを YouTube で上げましたが、僕も観葉植物趣味で育てておりまして、その際必須なのが育成ライト。でも最初何を買ったらいいかわからないと思うんですけど、今回ブリムさんのソル 24W 植物育成ライト LED、 こちら僕が愛用しているのでご紹介させていただきます。育成ライトの中でもスポットライト型に当たりまして比較的安価な商品になります。今回3426円 13% オフで2978円です。育成ライト何買っていいかわからないという方はまずこちらから始めてみるのはいいかなと思います。僕もこちらでもう半年以上運用してますけど、葉焼けとかもほとんど起こしてないですし、問題なく運用できています。で、僕は白色系を選んでいます。なんか白色系の方が開根植物育てるのにはいいかなっていう話を聞いたことがあるんで、僕は白色系使っています。でもここは暖色系もあるんで好みでいいかなと思います。お値段はちょっと変わってきますけどね。こちら、買ったもののいいもののスポットライト型って設置するのに結構大変なんですね。ダクトレールに吊るしたり、あとは別途買ってきたアダプターで接続するんですけど、いかんせん高さ調節がなかなかするのが難しいんです。そこで僕が導入しているのがこちら TLED テックって読むのかな、アームライト。本来は育成ライトで使う用途ではないんですけども、ここ差し込み口、こちらの方が先ほどのブリムさんのスポットライトと規格が適合するので、こちらにはめて高さ調節として使っています。ただこの傘の部分外さないと熱がこもってしまうので、ここ脱着できますんで、こちらを外してから育成ライトをはめ込んで運用していくと問題ないかなと思います。でもあくまでこちら自己責任でお願いいたします。お値段は2899円 15% オフで2464円です。今回スマイルセール対象品です。続いてもうだんだん梅雨入りしてくる時期やと思うんですけども、折りたたみ傘おすすめ、木澤さんのこちらネイビーの折りたたみ傘使ってます。軽いです。リュックサックのペットボトル入れるところにいつも入れているんですけども、入れていても入れてるか入れてないかわからないぐらい軽いです。広げてみてもそんなに大きくはないんですけども、急な雨はしのぐことができます。大雨降った時足元はちょっと濡れたりするんですけども、あるとかなり便利ですよね。毎回もう僕はカバンの中に入れてるんで、毎日持ち運ぶとしても苦にはならないこの重さがあるので、すごいいいかなと思います。で、開閉する時もワンタッチでスッと開けれることができるので、そこも楽ですね。で、今回は3499円の 25% オフ、スマイルセール対象品で2639円です。続いてオールテックさんの肩巻き。これも前回紹介させていただいたんですけど、僕の推しなんで再び紹介させていただきます。
今回もスマイルセール対象で2228円の 22% オフで1780円。僕はこの肩巻きをデスクの上にも直接ケースごと両面テープで貼り付けてるんですけども、最初充電する目的だけで使ってたんですけども、最近は新しい用途でも使えることを気づきまして、メイン PC の Mac mini に裏から接続して2つあるうちの片方はデータ転送に使用しています。これが結構便利なんですよ。 USB-C ケーブルを毎回取り出して SSD につなぐ、この手間が皆無になります。引っ張って SSD をつなげて置いておくだけ。終わったら外してスッと収納するだけで活用できます。よかったら参考にしてみてください。続いて前回もご説明させていただいたんですけども、肩巻きの唯一の欠点が伸びない方の反対側のケーブル、こちらがかなり短いんです。それを補ってくれるのが USB Type-C のメスオス延長ケーブルです。これがあることによって結構肩巻きの取り付ける場所の幅が広がります。人によってはデスク環境によって必須ではないかもしれないんですけど、あることによって肩巻きの付けれる場所がかなり変わってくるので、僕は持って行ってもいいかなと思います。で、今回が 0.5 メートル2本セットで1199円の 10% オフの1079円。肩巻き1個だけしか持ってないのであれば、1本の方でこちら664円の 5% オフ629円。1本でもそもそも値段が安いんで持っていって損はないかなと思います。サウンドビーツの CC イヤーカフイヤホン、いわゆるオープン型イヤホンですね。こちらは7580円の 31% オフで5251円。僕はメインイヤホンとして AirPods 3を使っているんですけども、ずっと AirPods 3使っていくと耳の中が少し不快になってくるんです。そういった時のサブ機としてこのオープンイヤー型イヤホンを使っています。音としては良くも悪くもない感じですね。ただ、あくまでサブのイヤホンなので、サブとしては全然問題なく使えますし、つけ心地は AirPods よりかはいいです。僕は最近早朝30分ランニング始めたので、つけるとかなりつけ心地もよく、ランニングにも支障をきたさないので問題なく使用できますね。ただね、欠点は値段安いんですけども、本体タッチしてもあんまり反応がしない。なので僕はもう直接 iPhone で操作しています。あとプラスアルファ嬉しいこともあって、専用アプリがあるので自分好みの低音を大きくしたり高音を大きくしたり、逆に低音を低くしたり高音を低くしたりするっていうこともできる。その点はいいかなと思います。あくまでメイン機器ではなく、サブのイヤホンとして持っておくのにはいいかなと思いますので、よかったら試してみてください。そして今回もローリーのモバイルバッテリー 3in1 充電器ご紹介させていただこうと思ったんですけど、今日の朝ですね、携帯充電してたらなんか傾いてるなって思ったら、なんとこちらの充電器バッテリー部分が膨らんでちょっと危ない状態でした。でも6999円の 19% オフで5669円ですけども、僕も当時5000円ぐらいで買って、だいたいどれぐらいかな、1年間ぐらいかな、使ったのは。5000円で1年使ってダメになってしまったんで、ランニングコストとしてはいいんか悪いんか分かんないですけど、もともとモバイルバッテリー機能もあるんでパススルー充電対応してるんですけど、僕ずっとつなぎっぱなしでもうデスクの上に置きっぱなしだったんですよ。それがかなりバッテリーに負荷がかかりすぎたと思うんで、そういったことも原因があるんじゃないかなと思います。一概にこの商品が悪いわけではないと思います。1泊2日とか旅先で使うモバイルバッテリーとしてはかなり優秀だと思います。ずっと机に据え置きで置いとくのは僕みたいなことになるのでおすすめはできないです。今回これの代わりに何か机の上に据え置き型で置きたいのないかなと思って、本当に今さっき購入したものがこちらです。キープロって読むんですかね。ワイヤレス充電器 3in1 充電器。アンカーさんやベルキンさんも見たんですけど、
結構値段が高いで、型落ちしてるものも、割と1万円前後で手に入るんでいいかなと思ったんですけど、僕の机の環境的にここの iPhone の部分の高さ調整できることが重要視してまして、で、アンカーさんやベルキンさんの部分は固定されてるものが多かったので、固定じゃないものもあるんですけど、僕が欲しかったものは固定されてるものが多かったので、iPhone の高さも調節できて、かつ Apple Watch も充電できるもの何かないかなと探してたところ、かなり破格な値段のものを発見しまして、そしてデザインも結構シルバーブラックのようなかっこいい感じなので、机の上に置くと映えるんじゃないかと試しに購入してみました。お値段は5699円の 35% オフで3698円。破格でしょ。これも安いんで前のローリーさんみたいなことにならないよう願うんですけども、普通にモバイルバッテリー機能はないんで、普通に使う分には問題はないかなと思います。よくね、他の充電器高さ調節できるもの、アンカーさんのものもあったかな。ここの AirPods に置いてある部分なんですけど、この iPhone の高さを合わせるところをグッと押し上げると、ここに穴が開いちゃうんですよ。それがなんか嫌だなと思って、僕はこの商品を選びました。後日商品届いてみてからレビューしたいかなと思います。続いてロジクールの M575SP トラックボールマウスですね。もうこれは今僕のデスク環境では手放せない商品になってます。最近は動画編集でマジックマウスと2つ2通りで使ってるんですけど、これがあくまでメイン機。トラックボールマウスはこれの上位もあるんですけども、初めて使われる方はこちらで導入していただいて、トラックボールマウスの感覚をつかんでから上位機種に選んでみてもいいかなと思います。入門としては一番いいかなと僕は使ってみて思うんで、今回もスマイルセール対象で7065円の 20% オフ5680円です。で、ここのボールの部分がポカッと外れて、別途買わないといけないんですけども、好きな色のボールを取り替えてカスタマイズできるので、僕はブラックのボールを入れてるんですけども、非常に気に入っているのでおすすめです。で、マイクアームですね。僕今シュアの MV7 プラス使っているんですけども、それを設置するときにマイクアームでつなぎたかったんですけど、マイクアーム結構高いんですよ。ただいろいろググっていくと、このアーキスさんのマイクアーム見つけまして、今回もスマイルセール対象で、僕スマイルセール対象で買わなかったんですけど、元々が安いんで、5610円の 11% オフの4990円。これは使う方は限られてくると思うんですけど、マイクアームいいのないかなって探している方は、ぜひこちらの商品選んでみてもいいかと思います。で、一番この商品を選んだきっかけとなったのが、僕の机クランプ式が使えないんですけども、こちらクランプじゃなくても机の上に穴を開けて僕使ってるんですけど、それにも対応してるっていう点がこの決め手になりました。別にこっち使わなくてクランプ式だけ使うこともできるんで、それはもう人によって使い方はあるかなと思いますので、高さも結構調節できます。幅広く。お値段も安いんで、よかったらこちらぜひ試してみてください。エルゴトロン LX、 もう定番商品ですよね。これも値段はもともとが高いんですけども、これは使っててかなり丈夫でありますし、最近デスク環境でディスプレイの方を低めに設定してるんですけど、結構低くすることもできるんですよ。モニターどれがいいかなって悩んでたら、このエルゴトロン LX を使ってみるのはありかなと思います。で、お値段が 23,601 円、高いですね。で、今回 31% オフで 16,380 円です。はい、来ました。モフトのダイナミックフォリオ iPad mini 7ケース。第6世代にも対応してますけど、これがかなり優秀でして、高さもこちら出しつつ、そして折りたたんで収納もさっとできるのがすっごい便利なんですよ。うち子供3人おるんで、もう iPad なんて置いているとすぐ子供の餌食になっ
ちゃうんで、子供たち来たら普段この状態で使っているんですけども、パタッと本のように折りたたんですぐ隠しますね。そんなことは置いといて、持ち運びにも要は便利だということですね。カフェでブラウジングする時でも高さがあってすごいいいかなと思います。で、最近ノートやブログにも上げたんですけど、 iPhone、iPhone じゃなくてもいいんですけども、スマホをこちらに置いてブラウジングする立て方もできます。で、これで絵を描いたりするのがすごい楽しいんですよ。一回初めてやってみたんですけど、これがね結構面白くて、でその時に使ったペンがこちら ESR さんのタッチペンです。探す機能もついていて、そしてこれだけのドラゴンの絵を描ける。もちろん Apple Pencil 僕欲しいんですけども、結構高いじゃないですか。でもこれでこのドラゴンのデザイナーでも何でもね、素人の僕がモフトさんのモードでドラゴンの絵を描くことができるぐらいのペンなので、これはApple Pencil 高くて買えないけど何か欲しいなーっていうサードパーティー製のものでいいのであれば、こちらかなりおすすめです。で、今回もスマイルセール対象で4799円の 15% オフ、4079円です。ペン先も3つついてるんで、壊れた時でも安心かなと思います。いやー、これも前回もおすすめさせてもらったんですけど、今僕のメインのキーボードに使ってるんですけど、エポメーカーアウラ F75、これがねもう打鍵音も良くて使っていてもう心地いいんですよ。で、こちらのノブ回すことによって RGB ライトの調節やボリュームの調節などもできます。オフィスモードとゲームモードも変更できたりします。で、最近気づいたのが、今まで薄型のサテチのキーボードを使っていた時はエルゴトの LX に振動が伝わってモニターがブルブル震えてたんですけど、このキーボードに変えてから本体ががっちりして指のタイピングの衝撃を吸収しているのか、タイピングしてからモニターが揺れることが全くなくなったんです。人によって環境は違うとは思うんですけど、衝撃を吸収してくれるっていう上でもいいかなと思う製品ではあります。で、今回スマイルセール対象で1489円、本来の定価13000円だと思います。僕はスマイルセールじゃなく13000円で購入しました。ぜひ検討してみてください。こちらかなり飛んできましたけど、靴ですね。これから梅雨の時期足元めっちゃ濡れると思います。僕ダナーフィールドのローカットとハイカット2つ持ってるんですけど、ちょっと限定モデルで後日動画として出そうかなと思うんですけど、ゴアテックス仕様なんですよね。こちらが外からの雨水は通さなくて、靴の中にこもった蒸気、湿度外に逃がしてくれる構造があるんで、雨の日外から雨入ってくることはもう全くないですね。靴下が濡れるってことがなくて、かつ中で蒸れることもないんですよ。これは長靴履くより僕はこっち履く方がおすすめだと思います。ローカットがちょっと靴下濡れるんで嫌かなっていう方はハイカットで対応していただいてもいいと思いますし、もともとこの辺ズボン覆われてるんで濡れるとしたらズボンだけかなと思うんですけど、すっごい雨の日が優秀で夏でも重宝しますね。この時期梅雨の時期はもうかなり重宝するんじゃないかなと思います。で、また使えば突っ込んでいくほどここの皮の部分に味が出てくるんで、雨で濡れたとしてもそれがまた味となって使い込めば使い込んでいくほどいい靴になっていくと思いますので、ダナーフィールドシリーズはダナーさんの中でもかなりもともと高いですけどリーズナブルな値段ではあるんでおすすめです。で、今回スマイルセール対象で、ダナーフィールドゴアテックス、ロータイプの方が 34,100 円の 6% オフですけど 32,054 円、次の日はぜひおすすめです。で、あと何といってもめちゃくちゃ他にはいいのがこの裏面です。ビブラムソールという、特殊な構造のソールなんですけども、グリップ力がすごいんですよ。さすがに駅とかコンビニで濡れてる状態だと多少は滑るんですけど、他のスニーカーとかのゴムとかに比べると滑りは圧倒的に少ないんで、雨の日に入っていっても安全性も高いで、その点もおすすめなんで、よかったら好み比
靴もあると思うんですけど、デザインもかっこいいし機能性も欲しいという方は1本持っていっても損はないかなと思います。あとはもう長く使えるんでね、この靴は履けば履くほど味が出るんで、よかったら試してみてください。僕の持ってるダナーシリーズも動画にしようと思うんで楽しみにしていてください。はい、今回はこちらの商品をご紹介させてもらいました。気になる商品ありましたが、よかったら参考にしてみてください。僕のチャンネルではガジェットを中心に暮らしのライフハック情報を発信しています。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今地味に登録者数がありがたいことに増えてきているんで、よかったら応援よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。